どうもロジャスです。今回使う画材はこちら。まず 2B の鉛筆、それから練り消し、インクはパイロット初見用、漫画ペン、G ペンと日本字ペン、これですね。最近買ったんですけど、細い線が安定して書けて気に入ってます。レギュラー入りです。それから固形水彩の赤と黒、水彩筆と絵の具皿、それといつものスケッチブック。さあこちらで行ってみましょう。今回は赤ゲラという鳥を描いてみます。赤いゲラ、ゲラというのはキツツキのことです。赤いキツツキという名前ですね。下腹部と頭の後ろに赤い毛があって白と黒でとてもおしゃれに見える鳥ですね。メスの場合は大人になると頭の後ろの赤いのは消えるそうです。せっかく白と黒と赤でおしゃれな鳥なんで、今回もそれ以外の色は使わずにちょっとおしゃれに見えるかなっていうのを目指して描いてみようかと思います。去年の夏頃だったかな、この赤ゲラが庭先に遊びに来てカメラを撮りに行ってる隙にどっか行ってしまったんですけど、遊びに来たということでちょっと愛着の湧いた鳥でした。赤ゲラの他に青ゲラというキツツキもこの辺に遊びに来たことがありました。鳥は飛んでいる時よりも止まっている時の方が難易度がすごく下がるので、皆さんも練習で書いてみてはどうでしょうか。さあ今回も何か雑談をしてみたいと思います。あくまで私ロジアス一人だけの個人的な考えとしての話にはなるんですけれども、中学生の頃のお話です。中学2年に上がった時ぐらいのことか、2年の途中の頃だったかな。一つか二つ離れたクラスにですね、転校生の男の子がやってきたという噂は聞いてたんですけれども、話したことはなくてですね、その転校生の名前を Y 君としときましょうか。ある日そのクラスの私の友人からおーいって呼ばれたんですね。で教室に入ってみると 5,6 人で机を囲んで何かを見ていたんです。感心して見ているので何見てんのかなって覗いてみると、その転校生 Y 君のスケッチブックだったんですね。でその 5,6 人の中の一人からですね、スケッチブック渡されて、どう見てみてって言ってね、上手だよね、すごいよねなんて、そのスケッチブックを見せられたんですね。で Y 君は横に立ってたんですけど、で私がスケッチブックをめくって見ていてですね、でそのスケッチブックに書かれていたのは人の手だったり、リンゴだったり、花瓶みたいなものだったんじゃないかな。いわゆるデッサンみたいなことです。で中学生がね、普通そんなことをするのは美術部習いするのかな。でもその子ね、剣道部だったんですよね。中身はそんな感じだったんですけど、そしたらですね、Y 君初対面だったんですけど、急に Y 君が私に向かってね、こんなことを言ったんですよ。君には負けないからってね、真顔でね、私の顔をじっと見てね言ったんですね。いやーびっくりしちゃって、っつってで後にも先にもね、そんなこと言われたの初めてだったんですけど、それで私なんだっつって、なんだこの時間はって感じで、ちょっと何も言えずにですね、おみたいな感じで、それでそそくさとその教室を出たんですけれども、幼少期いっぱい描いてたんで、絵がちょっと得意だっていう特徴があるロジアス君ということで中学は通っていて、で多分その Y 君も前の中学校で絵が得意な Y 君として通ってたんでしょうね。それで向こう的にはライバル発見みたいな感じだったのかな。いや、そこでどういう反応してもらいたかったのかっていうのは分かんないんですけどね。よく昭和の喧嘩のドラマでね、殴り合った後野原に2人で寝転んで、お前強えなみたいな感じで仲良くなっちゃうみたいな、そういうことを期待していたのか、いやでも真顔で言われたから何だったんだろうなって感じなんですけど、ともかく
面と向かって宣戦布告されたわけですね。で、私は戦おうなんて気も一切ないんですよ。だからなんだろうな、相手にできなかったんですよね。そもそもね、そんな言うほどこういうことは言わない方がいいけど、でもなんかそれがちょっと印象的に残ってて、なんだろうこの違和感は、このモヤモヤはみたいな感じで残ってたんですね。でそれがですね、大人になってね、その違和感モヤモヤがね何かって分かったんですけど、一番は勝ち負けにこだわっていることが私の考え方には合わなかったんだなということですね。やっぱりその Y 君のように負けたくないと思っている人って努力するでしょ。で努力すると結果にこだわるようになるんですよ。でうまくいかなかったら、なんでこんなに努力してんのにって思って、もっと努力しなきゃって思うようになるんですよ。そのループに陥るんですね。でそこでうまくいったらいいんですけど、うまくいかなかったら結局辛かった思い出になってしまうんですよね。私は絵で努力したことが多分そんなにないんですよね。なんかすごい嫌味な感じに聞こえちゃって申し訳ないんですけど、楽しいから好きだから、または現実逃避できるからとか、そういう感覚でやっていて、誰かに勝とうとか思ったことがないんですよね。だからデッサンって書いたことないんですよ。あれはなんか努力っぽいから。落書きが結果的にクロッキーになっていたってことはあると思うんですけど、だからほぼ全てが落書きであるとしたら、美術の時間に何か絵とかを仕上げなきゃいけないから仕上げたとか、そういうことだけだと思うんですよね。だからその時 Y 君の言葉に非常に驚いたんですね。全然自分の感覚と違う方向から何かが飛んできたんで。でその後中学で Y 君が結局絵で目立つようなことはなかったんですよね。でその後もですね、何か絵とかの関係の職に就いたとかいう噂も聞かないですし、で私は今イラストで食い続けられるようになっていて、彼はねなっていないとしたらですね、彼が言う勝ち負けで考えると彼負けちゃってるわけですよね。いやイラストレーターになったからってお前その話ロジアス嫌味だろうって思われたら申し訳ないです。そういうことではなくて、結果と考え方の視点からちょっと今回喋ってみているので、だからここで一番言いたいのは、努力を努力だと思っていない人に勝ち負けで考えてる人が勝てるわけないんじゃないかってことなんですよ。好きこそものの上手なれって言葉って本当にその通りだと思っていて、好きでやっている人って遊んでいるっていう感覚なので、すごいリラックスしてるんですよ。だから頭も柔らかくなっていて、視野が広くてインプットもしやすくなってるんですね。で欲求だからやらずにもいられないんですよ。だからどんどんやる。だけど努力や勝負で考える人って一点集中の目標に対して進んでいるので、視野が狭くなっていて頭が硬くなっていて、それで必要のない情報はいらないっつって除外しちゃうんですよね。するというか。でもね、私は思うんですけど、必要のないと思ってる情報こそ後々引き出しにもつながってくると思うんですよ。だから Y 君っていうのは勝負にこだわっちゃったことが良くなかったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。遊びって遊びまくると、その遊び上手になって誰か一緒にやりたいっていう人が出てくるんですよ。で教えてもらいたいっていう人も出てきて、で今度そのプレーを見せてほしいっていう人も出てくるんですよね。遊びを遊び尽くすと仕事になるんですよね。特にクリエイティブの場合はそうですよね。もちろん仕事となったら努力はしなきゃいけないですよ。例えば納期を守る、クオリティを保つ、上げる、相手の求めているものを提供するとか、コンペとかに参加すると仕事取った取らないの勝ち負けみたいなところは確かにありますけど、それでも好きでやっている人ってすごくねキラキラ生き生きしてるんですよね。例えば
前も語ったゴジラマイナスワンの山崎監督もインタビューでいつもニコニコ楽しそうにしてるし、あと大谷翔平選手見てるともう楽しくてしょうがないんじゃないかと。あとさかなクンとかギョギョギョ。だから一番すごい人って一番楽しみ方を知っている人なんじゃないかなって思ったりもするんですよね。だから私が中学校の美術の先生だったら言いたい。楽しいと思うものだけ書け。楽しくないものは書かなくていい。楽しいの中にこそ上達の鍵があるみたいなね。高校生相手だったらちょっとそれ言えるかどうか分かんないですけど、いやいやそんなんじゃダメでしょっていう人も多分いっぱいいると思うんですけど、でもその考え方で現に私イラストレーターできてるんで間違ってはないと思います。このやり方が合う人も他にも多分いっぱいいるとは思うんですよね。ただなんかみんなどこか努力たくさんしないととかそういう頭でいっちゃってるっていうのがすごく引っかかっていたんですよね。例えばですね、どっかの美大に入って絵の勉強したいっていう時に、入学試験でデッサンっていうのは必須科目じゃないですか。だからなんか友達も予備校行ってデッサン毎日描いてましたね。おお頑張っててすげえなと思ったんですけどね。後にその友達は美大に無事入ったんですけど、でも私はデッサンがその努力が嫌だったんで美大は目指さなかったんですけど、なんか教えてもらうにはまず上手くないといけないっていうのが本当に必要みたいな。で入ったら本当にすごい人になれんのみたいな疑問があって、絵描きって上手くなくてもいいんじゃないって今でも思うんですよね。いや上手いに越したことはないんですけど、別に上手くなくても絵描きっていっぱいいるんですよね。じゃあどういう人が絵が上手いかっていうのをまず頭に思い浮かべてみてください。いっぱいいますよね。あの人は絵上手いな、この人も絵上手いな、浮かんできましたか？で次に国民的アニメを思い浮かべてください。誰もが知ってるあのアニメですよ。いくつかありますよね。浮かびましたか？それってあなたの絵が上手いに当てはまってますか？多分はまってないと思うんですよ。別に絵の上手さが必要な絵の世界ではないんですよね。大事なのはそこじゃない。他の部分で十分表現できてて、むしろ上手すぎると変なものになっちゃうんですよね。見づらくなっちゃうんですよね。だから絵の世界って必ずしも上手じゃなくても下手でも食べていく方法ってすごくたくさんあるんですよね。だから美大の入試にデッサンが入ってるっていうのはもうなんかあたかも絵が上手くないとその道に進めないっていう構図がもうできてるようで、でも美大側からすればしょうがないんですよ。それは基本はやってきてね、ここに来る前にっていうのは分かります。基本から教える場所じゃないからっていうのも分かるんですけど、なんかその構図をどうしても見ちゃうと、その上手くないとなれないってこうイメージが湧いちゃいますよね。どうしてもそうなっちゃう。だから私が一番言いたいのは、例えば子供が絵の道を進みたいって言った時に、下手だからダメ、無理なんじゃないって言わないで。例えば教え子が絵描きになりたい、でも才能がないからなお前はとか言わないで。その絵のうまさを必要としていない国民アニメがどれだけの金を動かしているのか、どれだけ仕事として成り立っているのか、どれだけの雇用を維持しているのか。だから絵のうまい下手でその可能性を閉じてしまうのはすごくもったいないっていうふうに思います。でイラストレーターの中にもうまい下手っています。例えば私 2D の絵しか描けない。でも例えば雑誌の挿絵とか 2D の絵で求められてるものって結構たくさんあるんですよ。
だから 3D のものを描けなくても 2D の絵で食っていく方法もたくさんあります。で逆にものすごくうまい写真みたいに描ける、それはそれでその人の仕事もあります。なんか精密なものを正確に描くしか私の方がないんですっていう人は説明書の図を描くイラストレーターとかそういう専門職もあります。だから絵で食ってくっていう世界は実はすごく広いんですよね。いろんなイラストレーターがいていろんな絵が世の中で必要とされているので、最初の狭いイメージとは全然違う世界なんですよね。だから私は世の中もっとイラストレーター絵描きさんが増えてくれるといいのにな、楽しいのになというふうに思ってます。努力を努力と思わない、好きでやってる、欲求不満を解消している変態だと思ってみんな楽しく絵を描いてもらえばいいかなと思います。あとは余談なんですけど、ヨメアスと話してて、前回のゴジラ-1スケッチの時にロッキンジェリー・ビーンさんのエピソードをお話ししたんですけど、その後日談がありまして、でヨメアスがなんでそれ言わないのって言ってたんで、ちょっとここで言いますと、前のところで話したエピソードが専門学生の時なので、だいたい20歳ぐらいの時の話だったんですけど、その専門学校を出てからフリーになったり、どっかのデザイン会社に所属したりだとかで、またフリーになったりだとか、いろいろやってたんですけれども、基本的には音楽関係、例えばアーティストの CD のジャケットだとか、ライブのロゴとかライブのグッズとか、そういう音楽周りの仕事が大変多かったんですね。でそれがずっと続いていて、今でも会社の先輩だとか独立してその仕事を続けている人もたくさんいるんですけれども、ある時にその専門学生から15年は経ってたかな、それぐらいの時にアーティストの CD ジャケットをイラストでやりたいからっていうことで私に提案してみないかっていうことで声をかけてもらったことがあるんですね。でそのアーティストがラルク・アンシェルのハイドさんがやってるバンプスっていうバンドの CD ジャケットのお話だったんですよ。でも私一人ではなくて数人のイラストレーター、何人かは分かんないんですけどに声をかけている、コンペのような形式のお仕事だということで、でもせっかくだからやってみたいということで、やりますって言って、でテーマが海賊風に何か表現してくれということだったんですね。で海賊の資料とかいっぱい探し出して、でこういうのがいいかな、ああいうのがいいかなって一人で考えて、で1枚ほぼ完成形に近いようなラフの絵をプレゼントして先方に送ったんですね。で私も学生の時ラルク・アンシェールはすごい流行っていたし、バンドでコピーしたりだとかもう結構好きだったんで、これは気合い入れて挑んだんですけれども、ですが結果的には私の案は選ばれず残念という結果になってしまったんですね。なんだよ、結構気合い入れたのにな、悔しいなというふうにね受け止めたんですけれども、でその CD が発売されるまでどんな絵が使われるようになったのかは発表されなかったんですけれども、それでその CD が発売された時に使われてる絵がロッキンジェリー・ビーンさんの絵だったんですよね。でそれを見てあれ俺並んいや並んでない惨敗負け取りはないかいっていうことだったんですけど、その相手がロッキンジェリー・ビーンさんだったから、もう悔しさが全部ゼロになって、うわやっぱ師匠すげえ、この絵かっこいいってなったんですよね。なんだろう、嬉しい敗北というか、やっぱりまだ先進んでんなっていうのがね、なんだろう、すごい気持ちよかったんですね。
惨敗してよかったとか思いましたね。まだ追いかけられるみたいなね、やっぱりすごい人に会ってたんだなっていうのが、それが逆に嬉しくて、でこんなすごい人がやっぱりあんなに優しく接してくれたのも嬉しいなと思い出して、そんなエピソードがありました。だから私もそこでまだまだだなというふうに思えたんですね。でもその昔憧れて、で会いに行って、それで勇気出して話しかけて、でサインまで書いてくださいって言った人と同じ舞台に立てるようになったっていうのはすごく嬉しかったし、すごく励みになった思い出深い仕事でしたね。私は今は音楽関係の仕事はもうほぼ撤退しちゃっていて、主に、挿絵だとかウェブ関係、あとは漫画制作だったり、映像の絵コンテの仕事も結構しています。なので結構ジャンル的には幅広くやっているんですけども、いやーまたロッキンジェリービーンさんと競えるような時が来たら嬉しいですけどね。それでコラボできるような日が来たらもう夢のようですけれどもね、それまで頑張っていきたいと思いますけれども、もし本ができたらそれ持って会いに行こうかな。あの時の僕ですなんて言ったら喜んでくれるかもしれないな、ロッキンジェリービーンさんならっていうエピソードをちょっと今回は話してみたんですけれども、初めて見た人はいや絵のこと喋れよって思うかもしれないですけどね、スケッチでは結構こういう雑談思いついたら入れていこうかなと思っています。ちょっと楽しんでいただけるかわからないんですけれども、線画もこの辺で終わりましたので、着色をしていきたいと思います。今回ねこの色見本表を作ってみました。いや今まで作んなかったのかいっていう感じなんですけど、ちゃんと作りました。興味ある方は動画の最後をご覧ください。その色見本をちょっと、紹介しています。でとりあえず、いつもの固形水彩で塗っていきます。今回はシンプルに黒と赤の2色だけを使います。たくさん色を使ってもいいんですけど、スケッチという企画ということもあってさらっと仕上げたいなというのと、あと色数を限定することで少しデザインチックに見せることもできるかなと思います。この鳥の赤ゲラの足元にあるのは苔の生えた枝のつもりなんですけれども、ここにはね色をのっけないでいこうかなと思ってます。本来茶色だったり緑色の苔だったりがついてくるんですけど、それをしないことでこの鳥の絵自体を引き立たせる、あえて背景だとか鳥以外には色をのせないということで絵が見やすくなるかなと思います。この私のタッチである細い線でシャシャシャとね動物を描いていくこの手法だと、そういったことが結構効果的に見えるようになってくるかなと思います。このタッチにね合ってる塗り方、色ののせ方かなと思いますね。結構仕事でもちょっとおしゃれなウェブサイトの挿絵にしたいんだとか、そういった場合はこういうふうになるべく色数を限定して描くことも結構あることですし、そのデザイナーさんからも今回の絵はあんまり色を使わないでほしいだとか、そういうオーダーがあることもあります。ここからひたすらね黒を塗り進めるだけなので、ちょっと動画を早くしようかな。だいたい 2,3 色で今回の絵は行きたいな、おしゃれに見ればいいなというのを目指して、でその後に、どの鳥が合うかなということでこの赤ゲラをチョイスしました。でちょうど庭先にも去年来ていたんで、思い入れもあるし、今回はこれでいこうということでした。ちなみにこの赤ゲラというのはね日本全域に生息していて、西はヨーロッパの方まで、
この暖かい地域を中心に生息している鳥なんですけれども、うちのですね、もう少し上に登ったところに、とある方の別荘がありまして、でその別荘の作りが壁も全部板張りでできているんですね。でその壁にこのキツツキが目をつけて、そこに穴を開けまくっちゃったんですよ。で何かどんぐりを入れてるのか何のためにねやっているのかちょっと分かんないんですけど、でその壁が穴ぼこだらけになっちゃって、それで大工さんにちょっと壁取り替えてほしいと言って新しく張り替えたんですね。でその家主さんは別荘なので、しばらく来てなくて、で大工さんが気になって2週間した時にまた見に行ったそうなんですよ。そしたらね、また穴ぼこだらけになっちゃって前の状態に戻っちゃってたらしいんですよね。ただキツツキっていうのはちょっと厄介な鳥っていう風になっちゃうんですけどね。だからうちは板張りじゃなくて穴の開けられないような壁にしたんですけれども、うちも後々は、庭に畑だとかいろいろ植えてベリーが取れたりだとか、そういうことをやりたいなと思ってるんですけど、そうするとね、猿の大群が押し寄せたりだとか、夜な夜なイノシシが来たりだとか、ウサギが食い散らかすとか、いろいろ起こるとは思うんですけど、自然な山に住んでるとね、そういったこともしょうがないかなということで受け入れるしかないかなと思ってるんですけど、この黒をね、絵の具で黒だけで使う人って少ないというかナンセンスと言われがちなんですけども、今回は黒に混色なしでそのまんま描いてみました。その方がね、逆に深みがない方がさらっとした絵になるかなというところです。この辺は、バランス見て黒を足して、もっとね全体的に暗くしてもいいかもしれないですね。ギリギリ線画が見えるぐらい、そのぐらいコントラストをつけてもデザインチックにパキッと見れるようなものになるかもしれません。この辺はその黒を薄めたグレーだけで陰影をつけて仕上げに向かいたいと思います。あとは影のなる部分と目をもう少し暗みをプラスして、そうするとこのハイライトがもっと引き立ってくるんで目の光ってる感じが出ます。あとはちょっと影になるところとか暗くなる場所に色を足していきます。赤が映えてやっぱりいいですね、この鳥は。で最後に、この水気をですね、絵の具に結構足して筆につけて、それを指でトントン叩いてスパッタリングに近いような技法、それでしぶきをわざと飛ばして空気感が出るようにしてみました。赤でも少しプラスします。赤の場合はこの鳥にあんまりかぶってほしくなかったんで、ティッシュでちょっと邪魔して周りにポンポンポンと置いてきます。はい、こんな感じで今回のスケッチは完成でございます。赤ゲラです。どうでしょう。で最後にですね、パレットに色見本をつけてみました。ここパカッと開くとパレット部分になるんですけど、そこに100均のマグネットシートを貼って、でこの色の一つ一つ、この裏にもですねマグネットシート貼ってるんですね。この小分けになるマグネットシートも100均に売ってました。それを一つずつつけてって、ここに貼り付けてます。絵の具自体を移動してもこっちも自由に移動できるっていうところがいいですね。でこれがですね、小分けで使えるのいい点は、こういうふうに絵の横に置いて次に塗る色をシミュレーションしたりできるのがいいなと思いました。デザインの現場でよく色見本こうやって並べて色を決めていくのは結構やることなんですけど、水彩絵の具でもそれに似たことができるようになるかなと思ってこの形にしてみました。このやり方便利だなと思ったんで
ぜひ皆さんもやってみてはどうでしょうか。それいいな、私もやってみようと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ではまた。